これそば経験の中で一番うまい。正直そうかもしれない。250、250でしょ。3位、3位ってこと？それはすごいっす。おお。ああ、美味しい。これスープもうまい。染みてる。目標はいかがなもんでしょう？トップ4で。お、なるほど。なるほど。確保を決めて。はい、皆さんこんにちは。リジェクトロート G の時生でございます。はい、小坂です。はい、絶好のね、ロケ日和になったところで、本日は私たち両国駅前に来ております。なるほど。はい、両国駅前といえば、両国駅前といえばカプコンカップ12の会場、両国国技館が、はい、というわけでございます。こちらですね。はい、はい。まあ去年と全く同じやり取りということなんですが。こんな感じだったね。はい、まあ大きく異なるのは、この傘がそうですね、傘を差しているというところになるんですが、はい、今年もカプコンカップ両国国技館で行われるということなので、この両国という街を下見ツアーやっていこうと思います。やっていきましょう。そして、今回はゲストがいらっしゃいます。風が強い。寒い。カプコンカップ初出場となる小林さんです。はい、お願いします。よろしくお願いします。いやー、とんでもない時にそうですね、来られましたね。いやー、嬉しいです。これ若手はみんな時々チャンネル見てたいと思ってるんで、ありがとうございます。出れて光栄でございます。2回目なんですけど、前にちょっと筋トレの方で、そうですね、後ろ姿で出てもらったりとか、っていうのはあったんですけどね。ということで、今回の両国ツアーなんですが、前回ね敷地内で、両国ツアーやらせてもらいましたし、カプコンカップでもね連日通わせていただいたんで、今回はこの両国国技館周辺になるお店、ご飯やら、喫茶店やら、そこら辺を攻めさせていただきたいと思います。はい、それではね、早速レッツゴー。レッツゴー。すごい。で、カプコンカップの日にはここに上りがたくさん出るっていう。立ってましたね。小林はここには来たことはない？いや、初めてです。両国駅は。初なんだね。両国駅に降りたことすらないですね。なかなかね、ここに来ないとそんなにないのかな。確かに。はい、正門前に、到着いたしました。で、ここはね、本番はここが開いて、ここから入る形になると。去年物販とかがこの辺すごい並んでましたね。今年もねあるらしいからね。最終巻の方も物販出すんです。そうだ、チームブースが。そう、よく物販いろんなところで出してるイメージがあるね。この前のグランドファイナルもあったもんね。この絵使えなさそう。はい、それでは1点目に到着いたしました。江戸そばの細川さんでございます。長年ミシュランの星を獲得し続けている名店で、店主さん自ら産地を厳選したそばの実をその日に使う分だけ自家製粉しているということで、余計なものを一切加えない、つまりは純粋なとわりそばの香りを楽しめるお店となっております。高級なお店っぽいね。とわりそばっていうとね、もうそばそのものですからね。楽しみでありますが、早速入ってみましょう。はい、行ってみましょう。よろしくお願いします。すごいよ。おしゃれじゃない？でかっ。お店の主自ら産地を厳選して、その日に使う分だけ自家製粉してる。こうしないと多分とわりそばだから、とわりそばって多分すごい新鮮じゃないと風味とか味が落ちちゃう。そっか、つなぎがからそうあんまりそのとわりって出てない。そうなんです。そうか、崩れやすいって言いますよね。確かになんかね。でここからはカプコンカップ出れる体でもういっちゃっていいでしょ。ここも使ってください。もし出れなくても。使いだから小林にレクチャーしようかと思ったんだけど、去年俺がまた自分自身もやることになるね。一番ポイントとなるのは、冷蔵庫があるんだ。ありますね。あれ
好きに使った方がいい。ああ本当に冷蔵庫開けてすぐの一番上の棚がね、なんか時々コーナーになってるそう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 、すごかったよ、ありがとうございます。まずは小作詞による確かにそばを、そっか、これみんなできないのか。どう？味する。うまぶり。いや、これね、結構うまぶれる。ちょ竹内さん、一本食べてみてください、一本。しっかりしてるな。そうなんですよ。本当にあるんです。いや、なんかこれちょっとうまぶれるかもしれない。いいですか、俺もちょっと一本もらって。あ、そう香り高いよ。ね。すごい美味しい。近いねこれ。おつゆこんなのかしっかりしてる感じなんね、そうだね。食感がこんなにそば粉だけ。なんかもっとなんか割と柔らかめなのかなって思ってたんですけど。つなぎが入ってないからね。ちなみに朝そばだったんですよ。何をしてるんですか。いやいや、比較ですよ。ああ、なるほど。うまっ。家で茹でたんですよ。ああ、そういうこと。本当に。それも結構いいやつなんですよ。ふるさと納税でもらった。それも美味しそう。やっぱ違う。あとやっぱこのつけだれが違うわ。あ、なるほど。つゆが美味しいですよね。どこかけは。これ麺もすごい美味しいですけど、これカツオの風味というかすごく強くて、かけそばのつゆの割にはなんかその色は濃くないね。薄めなんですけど、薄味のように見えてしっかり香りが立ってる。そば結構好きなんですけど、大盛り500円とかのそばも美味しいじゃないですか。そばってだから好きなんですけど、ちゃんと美味しいってやっぱあるんだなっていう。ちなみにそういう店僕もかなり行きます。あ、行くけど。そうですよね。冬尾さんも結構立ち食いそば行くイメージある。なんだけど、やっぱうまいな。ミシュランってやっぱそういうことなんだな。すごいね。レンコン？これレンコンか。でかくね？これね、最初素でいくんですよ。そんな驚きます。昔にゃんしさんに揚げすき行った時に開幕とんかつソースで行こうとして本気でびっくりされた。それはすみません、一番大きいんで出ちゃいます。皆さん柔らか。じゃあうまっ。これはまず塩じゃないか。やばい、うまっ。これは口に入れた瞬間マジで美味しい。ちょっとこれレンコン歯でいっていいですか。どうぞ。これ絶対食べた方がいい。マジで。ここねマジで混んでると思うんですけど、来てみてください。びっくりするぐらいうまいです。これこれナスか。ナスだと思う。高いよ。これやばいよ。何これ。上司も続いてちょっと塩で。ナスじゃない。ナスじゃないの。ごぼうじゃないよな。何これ。断面がもう全然ナスじゃない。芋みたいなの言ったんです。なんだろうねこれ。ごぼうじゃないよね。ごぼうではないですね。食感っていうと人参とかに近い。あ、そうそうそう。ただこれで何の天ぷらですか。紫人参。ああ、やっぱ人参なんだ。その存在を知らなかったわ。確かに知らなかった。そば湯いただいて。あ、すごい。すごいすごい。なんか色がすごいんだけど。なんすかこれ。白濁。うわあ。専用ってことですね。そしたら。そう。あ、優しい。とろみがあってとろみが優しい。我々は使って大丈夫なのかどうか。かけそばはかけにはなんかそのまま。これにそのまま入れて飲んでっていうぐらい。こういうこと？俺はそうじゃないですか。めちゃくちゃとろみが強い。あ、小林さん、はい。そういうこと、こういうことなの？わかんないです。ごめん、わかんない。これってちょっと
ごめん。直で飲んでみる。あ、一旦直で一旦直で。一回直で。パンピーすぎる我々が。ちょっと粘度があるというか、そう。そういう感じなんですけど、すからね。すごいあっさりして飲みやすい。これそば経験の中で一番うまい。正直そうかもしれない。怖いな、もう2回出ればいけるって言ってたからプレミア大会。そういやたまもう少なく稼ぎますっていう有言実行ですよ。なるほど。250、250でしょ。3位3位ってこと？それはすごい。それはすごい。エボジェとエボフランス。じゃあ中間の時期は結構辛い、苦しい。中間はもこれは超辛かったよ。俺一番辛い瞬間目撃したから。いつですか？コンボブレーカーです。そうだった。そうだった。エアビーも一緒でなんで忘れる？エアビー一緒で僕が遅れて行ったんだけど、そう、その時にもうすでに小林はもう寝てるみたいな部屋に引きこもってるっていう話で、まあでもそれもいい経験のうちです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、うまかったね。めちゃくちゃ美味しかったですね。そばは僕はね好きで食べてるんですよ、数多く。ここねナンバーワンです。最初からもう最後のそばつゆまでもう最後まで楽しめるお店でした。見た目もちょっともうただものじゃなかったからね。確かにかけそば器がもうなんかすごい綺麗なんですよね。こちら営業時間等は、概要欄の方に、載せてありますので、皆様ぜひぜひ来てみてください。2軒目のお店にお邪魔しております。食後はですね、やはりコーヒーが飲みたいということで、こちらのシングルオー両国さんに、来ています。でこちらのですねお店は倉庫をリノベーションした開放感のある空間が特徴で、店内には焙煎所が併設されているのでフレッシュなコーヒーを楽しめるそうです。でさらにコーヒーの提供方法がちょっと珍しいということらしいので、そちらも楽しみですね。なるほど。行ってみましょうか。珍しいと。これここからこうやって出てくるんですね。じゃあちょっとこれやらせていただきます。これアイスでなんかタップすると出てくるのかな。おお。これ勝手に止まる？おお。コスタリカ。いただきます。違う。これ僕がいつも家で飲んでるのってすごい安いやつなんです。ペットのラベルレスのアマゾンで大量に頼む。我々トレーニングなんでトレーニングする前にやっぱりコーヒー飲むんです。で僕はコーヒーにプロテインを入れて飲むのが好きなんでよく飲んでるんですけど、味が違う。だから可能ならちょっと入れたいぐらい。ダメだろ。美味しいコーヒーにプロテイン入れたくなるいや衝動がまた美味しいんですよ。それがフルーティーだね。フルーティーなんですか？フルーティーなんだけど、でも速度としては、その具体的に果物の名前を挙げるのは、これ嫌いなの。こういうなんスペシャリティコーヒーみたいなのはフルーツの名前が書いてあるって分かります？説明に。であれって別に入ってないんですよ。入ってないけどそんな感じがするなーで書いてあるんですよ。でそれは僕は否定派なんです。入ってないから。うわー美味しそう。美味しそうだね。エスプレッソのバターが添えてまして、一からバナナブレッドも店舗で作っているので、そのまま召し上がっていただいた後に溶かして2度楽しんでください。ありがとうございます。香りがすごい。普段自分もコーヒー飲みますけど、さらにそれより香りが強くてなるほど。美味しいですね。なんか口に入れた瞬間の味がもうなんか違うよ。違います。違うのは分かるんだけど、そこがフルーティー語彙がないから説明できないっていう。フルーティーなのは分かる。じゃあ分かった。俺見てくるから、どのフルーツなのか当てて。これ？はい。チェリー。
酸っぱさはあるんです絶対。何ちょっと待ってこれレモンすごい熱い本当に入ってはないないんです超美味しそうこれ。上品だ。洗練されてるね。なるほど。奥ゆかしい感じなんですね。甘いんだけど甘すぎず。ただエスプレッソバターが俺らがなんかわちゃわちゃしてる間に溶けちゃったから。ここを食べたら味わかる。そう真ん中を食べてみた方がいいかも。なんかそのコーヒーの味がするとかではないんですこれは。コーヒーの味がするとかではない。そういうのではない。これバターがうまいっすわ。あ、そうなんだ。あ、本当だ、すごい上品。めっちゃ美味しいです。これはうん、相当美味しいですよ。いいお客さんたくさん来てる。海外の方とか多いです。店員さんめちゃくちゃ英語うまかった。あ、そうなんですね。ひろさんから見てもうまい。めっちゃうまかった。今年初めて出場だし、両国も初めてだし、不安な点を時々さんにちょっと相談質問ですね。なんで僕も時々聞きたいこと。いつものやっぱトーナメントと違ってもう初っ端の相手が分かってなおかつ強敵じゃないですか。自分結構トップ8団長残るとまあまあ強いっていう自覚はオフ対決結構あるんですけど、やっぱり過程があるからこうなんか気持ち乗っていけてるというか。あ、確かに。カプコンカップになると助走なしでいきなりドンってこうやる感じなんで、結構リーグの戦い方となんかちょっとトーナメントなんだけど似てるような感覚をちょっと自分はしてて、まあ準備期間もあるしね、相手も分かってるわけだから。今年ちょっとやっぱリーグが振るわなかったので、っていうのもあってなんかちょっと難しいなという気持ちも。対策立てられちゃうから。そう、残機はやっぱ結構そこありそう。ちなみに自分の場合はしてやられたなっていう組み合わせあったんですよ、前回のカプコンカップのグループで。はい。誰だと思う？ボラジャビじゃん。ジャビム。ジャビムは完璧にやられました。何をやられたの？俺の手癖を全部調べて、全部これにはこうこれにはこうっていうのをそうなんです。やってた。間違いなくやってた。まあ、ジャビ自体もすごいいいプレイヤーなんだけど、さらにそういうことやられると、すごいこっちはもうやりづらくなってでやられちゃったじゃん。はい。だから今回は逆に、ね、そういうことをもっと徹底してやったりとか、逆に徹底してやらせないっていうのもできるというね、こっちの情報をシャットアウトして。確かに。じゃあオフでちょうどこっちいるしそうですね。いやまあでも出れるだけでさ、やばいよ。やばい。露出の仕方をだからここは考えた方がいいよ。そこ？まあでもそうかも。インパクトを残すっていうのも大事ですよ。マジな話言っていいですか？はい。一応今朝連絡来るじゃないですか。はい。で確認するじゃないですか。はい。賞金とか。やっぱきついよ。その1位と2位の差とかって話。そう。トップ3までに入ればものすごくよっしゃーなるけど、だって4位で150万とかそう1万ドルとか。EWC とかに比べると1位が本当に特化してる。まあそれはね広告的な意味があるでしょうから、もちろんそこは狙いに行きつつも、やっぱでもどっかでインパクトですよ、このゲームは。例えばどういう残し方も。俺の場合はインパクト返しするだけでインパクト起こる。めちゃめちゃハードル低いやない。そういうこと？ショットだ。これにこうかけるんだエスプレッソをさらに。いやもうそれぞれいくらしい。そういうことですか？そうさっきちょっと言われた。結構いく。これは目覚めるね。いやでもやっぱこれと交互に飲むことで、確かに美味しそう。ちょうど良さそうですよね。はい、ごちそうさまでした。見てください。
んだけ平らげましたから。確かにめちゃめちゃ時間潰して1人2杯2杯は余ずつぐらい、俺は3杯も飲んでる。それはそうそれぞれやっぱり味わいが違くて、まあコーヒーってやっぱり奥深いからね。僕もね、いつも家で飲んでるコーヒーにもより幅を持たせたいと思ってデロンギのやつを購入することにいたしましたので、ここで宣言どんな発表どんな発表非常に美味しいございました。はい。はい、ということで、3軒目でございます、はい両国といえばやはりちゃんこ鍋ということで、こちらのちゃんこ霧島さんの方へ、やってまいりました。ちゃんこ元大関の霧島こと、陸奥親方がプロデュースされたお店として有名で、相撲部屋の伝統を受け継いだ本場の味を堪能できるとのことでございます。これでね、がっつり食べて本日の夕食としたいと思います。はい、行ってみましょう。行ってみましょう。お願いします。広々とした個室にですね、めちゃくちゃ広い準備していただいてありがとうございます。こちら窓際の個室を用意していただいたんですが、窓の方からもう両国技館やら何やら駅やらが一望できる。全部見えます眺めね。いいですね。すごい。すごい。魚の切り身がもうでかい。ボリュームありますね。すごい。これ2人前でこれ。あ、来た。来た。これが一番人気。熱そう。めっちゃうまいこれ。このカリカリ感ですよ。塗ってあるタレが甘め。お弁当に入れてほしいわ。ああ、確かに。すごい。何それ。ロックマンみたいな。確かに。これは顔とかをイメージされてる。土俵じゃないですか。土俵なんだ。ボンバーマンかと思ったわ。確かにボンバーマンだわ。これおにぎりにして食べるとかそういうことなのかな。そうだと思う。スプーンのこれ一人前ですよ。一人前です。じゃあこやばいな米の量。ここでいい。これご飯ついちゃうかもだけど。いくら。たくあんも。こういう食べ方よね、きっと。豪快。鮭とイクラのね、親子2プラトンでございます。馬刺しいっていいっすか。馬刺し。ニンニク生姜で馬刺しいっていいっすか。いや絶対こんなんうまいっしょ。これすぎたか。あ、うめえ。馬刺しって相当合法的にニンニク食えるからいいんだよ。おお、うまい。ただこんな感じですか。あ、すいません。ありがとうございます。ごめんなさい。武井さん、よそい方が美しい。バランスよくね。盛り方がかなり美しいっす。いただきます。あ、サウスポーでしたか。そうなんです。さっきから小坂さんと肘がちょいちょいぶつかりながら。本当だ。ごめん。スープうま。ああ、美味しい。これはスープもうまい。染みてる。野菜がうまい。シャキシャキだし、スープをよく吸い込んでる。これは温まりますね。これが日本の鍋なんですよ。優しい味なんですけど、しっかりとした味付け。深いのに鳥っぽいなんかすっきり感あるんですよ。勝ち上がったらどこに行く？左下？右上です。あ、同じだ。時田さんルーザーズ抜けすると同じところに行きます。そうなんだ。ルーザーズ抜けだと。あ、そうなんだ。じゃあ結構近いじゃん。全然ありそう。ということでね、そろそろカプコンカップの方の話もしていきたいと思うんですけど、なるほど。まずはグループステージ。初戦がもっとペドロという。そうなんですよ。勢いも良ければ細かいところもうまいみたいな、そういう感じのプレイヤーなんでね、飲まれずにこうしっかり寄り切っていければなと。おお、寄り切り。おいおいおいおないるほどね。おしゃれワード。反対の山がガチさんと EX バオってことで、ちょっとね VX バオのキャラの読めなさとガチさんにこう
やり込みに飲まれないようにという感じもあるので、やっぱウィナーズで絶対上がった方が楽だとは思うので、最終日ワープだもんね。ズバリ目標はいかがなもんでしょう。トップ4でおなるほど。固くなるほど。トップ4を決めてトップ4固く EWC の予選もあ、そっか。そっか。一応ね最瞬間のチームメンバーにやっぱ優勝できるようにこういろいろとああ、なるほどバック。アップを結構してもらっててそっか、やってもらってるんですけども、すみません、固くトップ4でお願いします。優勝も狙うけどトップ4で、はい、確かにトップ4までいけちゃったらもう勢いで回しまくればいける可能性は全然ありますよ。1位になったら100万ドルでございます、はい、小林さんの使い道は。毎回自家用車で駅まで向かってるので、おお今がちょっとプリウス乗ってるんおですよ。いいじゃん。はい。プリウス全然燃費良くていいんですけど、みんなで旅行行けるように、ちょっと地方旅行に行けるように、ね、ちょっと大きめのいい車が買えればなと。トヨタだとアルファードだじゃん。アルファードだったり、そんな感じのを買いたいななんていう。時戸さんは優勝した方がいい。確かに。いや優勝した場合は僕はまずいろんな方のバックアップもありの、はい。なのでリジェクトだとかセルさんの方とか、はい。そちらあとコーチもこれからねつけるかもしれないとか、そちらの方に、気持ちよくねお支払いさせていただいて、それでも十分な額が私の手元に残るはずでございます。そうですね。それをどうするのかっていう話でしょ。はい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 。赤十字でしょうね。ずるいな。何ここがさすが時戸さんってなるところ。全額赤十字じゃないですよ。全額でしょ。おいやただあれですよ。税金が免除される範囲で納めさせていただきたいなと思います。はい。赤十字か母校の麻布高校に、麻布高校はもう来るからメッセージが寄付。ああ、そうなんや。OB の方に。あそこはでも本当にお世話になったから川山用ですけどね。ワールドチャンピオンシップ。そっちですよ。みんな練習したね。しかも今回は全員東京のプレイヤーってこともあって密な連携を図りながら練習してます。はい。時戸さんは SEL のワールドの優勝ってこれまであるんですか？ワールドの優勝はないです。1回だけワールドを出させてもらったんですけど、そうパブ時代。あの時はね立候補もすらできなかったですから僕は。最後厳しいところでここでねワールドもしっかり勝って、はい。もう孫さんのマウントはうんざりでございます。そっか、孫さんは取ってるから。そうだ。ワールドは今年賞金も大きいし、相手もやっぱ強いから。そう今回やっぱり歴代ナンバー1のレベルの高さじゃないですか。なんか一番強そうなチームが結構順当にこう上がってきたな、どこもっていう。ここが優勝してもおかしくない。全然。みんな強いからね。セノム以外は。出たやつ。出た。とんでもないしな。カフェで。あれで満腹度結構増しましカフェラテやっちゃったな。いやでもカフェラテめっちゃ美味しうかった。まかったね。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。いや美味しかったね。いや美味しかったですね。ちゃんこがいいね。いや美味しかったですね。野菜もありので、かつねすみれとか肉物もしっかり。肉多かったな、ちゃんと。だからやっぱり本当にお相撲さんのそう感じするよね。味もしっかりついてるからご飯も進むよねこれは。美味しかったですねおにぎり。ちゃんこだけじゃなくていろんなもの頼みましたけど、でもやっぱ手羽先が一番人気って言ってたけど、あれ美味しかったね。全部ねクオリティ高く美味しかったです。美味しかったです。ちゃんこもすごい美味しかったんですけど、おにぎりをスープとちょっとつけて食うの美味しかったですね。番組のお金で食う馬肉馬刺し
最高です。ちゃんこ霧島さんの営業時間などの詳細はこちら概要欄の方に書いてありますので、はいこちらの方を気になる方はチェックしてください。はい、本日の動画は以上となります。小林さん、ありがとうございました。ありがとうございましたありがとうございましたどうですか、こんだけがっつり出ていただきましたけれども、ねいやもうねしっかり3店舗回ってお腹いっぱいになる最後も全部平らげたのそう小林。しっかり仕事を果たしていただいて食べ尽くさせてもらったんですけれども、昼食のそばなり、ね、ゆっくり時間を過ごすならカフェ、夜飯がっつくなら鍋、悩みます。どれを食べるか。確かにね、過去だったら来るんだもんね。そうなんですよ。確悩んじゃいそうですよね。確かにまあちょっと存分に悩んでまたね、両国来た時選びたいと思いますので、またちょっとよろしくお願いします。はい。ありがとうございます。いやもう今日はね、最高でしたよ。全部予想を超えてきました。あ、そうですね、間違いない。本当に。はい。蕎麦屋もね、史上最強の史上最強でしたね。あのコーヒーもなんかオーストラリアシドニースタイル、いろんなスタイルがあるんだね。ねえ、そうですね。なんかエスプレッソとラテが一緒に出てくる。そうあれ面白かった。驚かさせられましたし、やはりここのね霧島さん美味しい。これねちょっと頼みすぎちゃったんですけど、ぜひね白いご飯と食べるのも美味しそう。ああそうですね、雑炊があるって言ってましたね。締めの雑炊は今度来た時に試してみたいなと思います。味がねしっかりついてて絶対美味しいはずなんで。3月11から始まるカプコンカップはですね、選手はもちろんのことながら見に来てくれるねお客さんも非常に大勢の方が、来てくださると思います。本日の動画でね気になるところがあればぜひ足を運んでみてください。またね去年お邪魔させてもらった長谷川さんなんかもあるのでそちらの方もおすすめでございます。神です。で、私もですねぜひ、両国の舞台にて皆さんにいい試合を見せられるように頑張ってまいりますので引き続きよろしくお願いいたします。それでは本日はこの辺でまた。